今回はなんとですね、私も執筆に参画している本日発売のフォトショの5分ドリルを紹介します。私は長年デザイナーをやっておりまして、現在のメイン領域はモバイルアプリなどの体験設計なんですが、出発点はグラフィックデザインでした。この本はいわゆるフォトショップ本でして、業界標準のデザインツール Adobe Photoshop の使い方を学ぶための本です。私以外の共著者のお三方は Adobe コミュニティエキスパートだったり、公式のエヴァンジェリストだったりとすごい面々なんですが、そうでない私でも Photoshop 歴は25年くらいです。そのくらいメジャーなツールで、最近は他にもいろんな選択肢が出てきてはいるものの、画像ベースのデザインツールに限った話で言うと、未だに Photoshop が強い気がします。他のツールも画像ベースのものは本当に Photoshop に似ていますし、Figma のような UI デザインに特化したツールにしても、やっぱり Photoshop 経験者の方が断然入っていきやすかったりします。結局何が言いたいかというと、これからデザイナーになる方にはぜひこの本で学んでいただきたいということです。そして実はですね、フォトショの5分ドリルは2022年に第1弾が発売されていて、今回は第2弾となっています。第1弾の方は機能にフォーカスして、基礎的な操作を鍛錬できる課題がメインでした。第2弾も基本思想は同じですが、課題内容は少しレベルアップして、複合的にいろんな機能を用いて仕上げるものがメインになっています。機能や操作方法を知っただけだと目的と結びつきづらいというか、こういう時に使えばいいっていう発想がなかなか出てこないんですよね。なので作例をベースに、これを作るにはどの機能を使えばいいかの発想力を鍛えるドリルとなっています。5分から15分くらいでできる課題が36個プラス最後に演習課題で構成されていて、全てにスクリーンショット解説がついているので教科書のような感じです。使う素材はダウンロードできますし、実際の操作を収録した動画を見ることもできますので、本で学習するというよりはオンライン学習に近い体験ができるようになっています。章立てとしては、シンプルに写真仕上げのスキルを鍛える人物補正、それから風景生物写真のレタッチから始まり、次にデザインとして画面を完成させるスキルを鍛えるためのフォトコラージュ、タイポグラフィーと続きます。そして最後に今回は生成 AI 活用が一つの章として加わりました。具体的な課題のラインナップはこちら。実務の現場でありがちな要望に応用が効きそうな課題が盛りだくさんです。それから AI 活用や章の最後にあるコラムは、古参のデザイナーでも業務改善のヒントになりそうなネタで構成されています。デザインチームのある会社やデザイン系の学校の本棚に一冊あると、いろいろなレベルのデザイナーが新たな気づきを得られるかもしれませんね。私が担当した作例をお見せします。普段は教材を作ったりしないので、正直かなり苦戦しましたが、学ぶ以前にパラパラとめくって眺めた時に、これ作ってみたいとワクワクしてもらえるように作ったつもりです。コラムにはですね、カメラマン向けのレタッチツールライトルームと Photoshop の使い分けについて書きました。なんとなく Photoshop のみでやり過ごしているデザイナーが多いと思いますが、これだけどこにでも写真を使う時代になった今こそ、適材適所を意識して使い分ければ効率もクオリティも爆上げだろうなってここ数年ずっと思っていたので、ぜひぜひ参考にしていただきたいです。本の内容についてはこのくらいにして、最後にちょっと今回の本作りの振り返りをして締めたいと思います。私は基本的にこういった教本の原稿を書くっていうのは不慣れなので、その分優先度高くやるぞっていう気持ちは強くて、実際早めに書いていたんですけども、いよいよ大詰めっていう時に私が大きな病気を患ってしまって入院してしまったんですね。で、細かいところで少し詰め切れなかった部分がありました。そこからはもう関係者の皆さんにおんぶに抱っこって感じで、本当に申し訳なかったんですけど、なんとか発売日を迎えることができました。本当に感謝です。そしてデザイナーの育成に微力ながら加勢できるのはとても光栄なことですし、
私自身も手を動かして本作りに携われたこと自体がとても嬉しかったです。ということで今回はフォトショの5分ドリル第2弾のご紹介でした。第1弾第2弾ともに全国の書店はもちろん Amazon でも、紙の本と電子版両方ご購入いただけます。概要欄にリンクを貼っておきます。ご購入いただいた方はですね、レビューも書いていただけると全関係者が泣いて喜びます。それからこの本と対のような感じで Adobe イラストレーターを題材にしたいられの5分ドリルとセット買いもできるみたいです。イラストレーターもベクターベースの業界標準デザインツールですので合わせて習得するのがおすすめですよ。最後までご覧いただきありがとうございました。